RC 統合。こんにちは、ドスルです。こんにちは、山本です。はーい、山さん登場です。最近タミヤで3連覇で乗りに乗ってますね。ありがとうございます、おかげさまで皆さんによくしていただいて、実績とかね素晴らしいなと思ってね。ありがとうございます。あと分析力と知識とかね、まあなかなか素晴らしいというふうで、この調子でどんどん上に行ってほしいなと。いやそうですね、どんどん行きたいなと思います。で今日はちょっと実際にレビューという形で山さんにちょっとお願いしたいなというものがありまして。お、そうなんですね。何のレビューでしたっけ？ロケット。ロケットですね。あ、ブラッシュレスモーターですね。ブラッシュレスのモーターとかアンプとかも今回出てきたんです。アンプもあるんですね。アンプもあります。で日本の代理店からもね今回購入できるようになった。あ、そうなんですね。すごくいいと思います。そちらの方をねちょっと徹底レビューをねちょっとしていこうかなっていうふうで、山さんにいろいろねもう思いっきりぶん回してもらったりとかぶん回していいですか？あ、全然でテストするのがロケットのアンプ、130A っていうものと、あとはロケットのモーター、10.5と 13.5 段、両方ともちょっとやってもらいたいと思います。であともう一つリチウムイオンバッテリー、なんかそちらの方もね、よく見てもよくわかんないんで、それもそうですね、ぜひ一回感想をねやってみましょう。バッテリーも正直今高いじゃないですか。結構バッテリー買い替えるのお金できついですよね。なんか安価で手に入るやつがあったらいいななんて思うので、そうですよね。今回いい結果が出たらぜひ使わせてもらおうかな。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ山さんね、いきますね。よろしくお願いします。先ほどね紹介したまずこちらがねアンプの箱になります。もう開けてみましょうか。私このロケットのアンプっていうのは実は初めて見たんですけど、僕も初めて見たんですよ。なんか先ほど130とおっしゃってましたよね。ケーブルも全部ついていて、130アンペアってなってますね。はい、これはちょっと楽しみですね。このケーブルは多分このセッティングカード用ってことだよね。あ、これですね。そうですね、きっと、これもちょっと後でいろいろ設定変えてやっていきましょうか。電源はねちょっと XT60 ケーブルがついてるんですけどね、ちょっとこれは持ってないんで、これはね付け替えたいと思います。これはなかなかいい商品じゃないかなというふうにちょっと期待が持てますよ。僕が始めた時はですね、やっぱり最初分かってなくて、この容量ですかね、数字の小さいやつで始めてしまったんですよ。そうしたらですね、やっぱりパワーがないとか、よく回らない、回転数が回らないみたいなこともあって、これはすごい期待できるんじゃないかなというふうに思います。一応説明書も入ってますね。そうですね。で次にモーターなんですけれども3種類ありますね。これが540の方が 13.5 と箱書いてありますね。10.5 とこれが380ですね。そうですね。380はちょっとこれアダプターがいるんですけれど、じゃあ早速ですけども、まず13.5 開けてみましょうか。そうですね。13.5 開けてみましょう。実は結構なんかこれ使ってらっしゃる方、いろいろなサーキットで見たことはあるような気はしていて、正直これどこで買うんだろうなと思ってたんですよね。これなかなか見させていただく限りいい商品だと思っていて、まずこの端子がついてるっていうのは初心者さんにもすごく丁寧かなと思います。これなかなかこの3つ並んで綺麗にハンダをつけるというだけでも初心者さんには難しいと思うので、これがついてるのっていうのはすごくいいかな。初心者イベントの時なんかでもなんかこう回転を高くして回してるうちに端子が取れてしまうみたいなこともあるんですけど、これだったらもう絶対にその心配はないのでとてもいいと思います。ハンダのプロ山さんが言うだけで間違いないね、これ多分。はい、いいと思います。これだといいポイントがですね、2つあってですね、これ私もそのうち欲しいなと思ってたんですけど、このシャフトが太いんですね、ロケットって。あ、そうなんだ。はい、ここのシャフトが太くて、ベアリングまでは太くて、シャフトのところで 3.15 になるんで、ロケットってなかなかこのシャフトが折れたみたいなこと聞いたことないんですよ。でこれヨコモのハイエンドのモーターなんかもここ太いんで、すごくいいと思います。見た目もかっこいいね、これ。かっこいいですね。であと最後にやっぱこれが良さそうだっていうのがこの感じですね。なるほど。このぐらいですね。あんまりサラサラだとやっぱり路面が捉えにくいですし、でこれがあんまりスカスカだとですね、やっぱり回転ばっかり出て、鋭く回転が立ち上がらないというか、そういうところがあるんで、これはとてもいいと思います。なるほど。はい。10.5 も開けてみます。10.5 いきましょうか。10.5 も外観は一緒だと思いますので、ちょっとスルスルチェックだけいきますか。はい、行きましょう。じゃあ10.5 のスルスルチェックいきます。
こっちの方がちょっとスルスルに思いますね。こっちもよく回るようにしかこっちもよく回りりますね、はい、どちらも扱いやすそうなモーターじゃないかなというふうに思います。なるほど。じゃあ次380いきますか。380開けてみましょう。380なかなかこれも一部では流行ってるのですごく期待したいところなんですけど、実は初めて見ました、おちっちゃい。ちっちゃ。これはあれですね、ちょっとさすがに初心者向けではないんですね、端子なんかは自分でつけなきゃいけなくて、はい、でこの商品は 13.5 とのことです、これやっぱりアダプターがいるね、つけるの。これはアダプターいりますね、ちょっと入ってるかどうか見てみます。見ましょう見ましょう。これには紙とセンサーケーブルと、あと説明書しかないので、ちょっとこれだとアダプターはいるみたいですね。なるほど、はい、まあこれはね、アディクションさんから RX01 っていうシャーシが出たんですけども、まあそれでめちゃくちゃ売れてるらしいです、380モーターが、市場から消えたっていう話ですからねあ、これちょっと一回これもスルスルチェックいっときますか。いきましょう。スルスルチェック。お、これコギング強っ。これコギング強いですね、これは 13.5 の540よりもトルク型かもしれないです、はい、かなりゴキゴキだね。ゴキゴキですね。ただでも本当の540のゴキゴキのやつってもうこの持ってる左手がきついぐらいなので、そんなにめちゃくちゃゴキゴキではないと思います。こちらも試せれたらやっていきたいなと思います。じゃあね、取り付けていきましょう。そうですね、バッテリー店長バッテリー忘れてたはい、これねオプションナンバーワンさんからの新しいバッテリー 4000mAh のもので、一般的な容量だと思いますよ。開けてみましょう。ちょっと開けてみましょうか。気になる大きさですよね。はい、太めだね。これ厚型なんですね。なるほど。厚いですね。でこれがリチウムイオンバッテリーなんですよ。通常リポって言いますからね、これ少し違うみたいですね。これもねちょっと試していただきましょうというところで、はい、わかりました。はい、じゃあ山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。取り付けの準備の方を今しております。これ最初からこれ向いてあるんですけど、これこんなに短いと判断しにくいんで、少し伸ばしてもらった方がいいと思いますね。この被服が向いてあるところ。さすがプロ。はい、いやプロ、まあ職業ではないですけどこれ本当よく切れるニッパーでチューってやっていただくか、僕はもう面倒くさいんでカッターナイフでこう通してしまいますけど、なるほど、はい、手を切らないように気をつけていただくっていうことで、じゃあねハンダの方をやっていきたいと思いますんでね。これ初心者さんでハンダつかないあるあるなんですけど、思ったより熱って伝わるんで、ここをがっつりプライヤーとかで掴むとですね、いつまでたってもハンダ溶けません。気をつけてくださいね。いやプライヤーに熱が吸われちゃうってこと？熱が吸われちゃうんで、本当に先っぽをちょんって持つぐらいにしとかないといけないっていうのと、あとここのちょっと膨れてる部分ですね、ここが接触して導通が保たれるんですけども、ここの部分もやっぱり掴むとここですよね、やっぱり細くなってしまって後で抜けるようになってしまうんで、本当に先をちょんって握るぐらいにしていただくのがいいと思います。ハンダつける時ですけど、これちょんってやってすぐハンダつける人もいるんですけど、溶けないんで当ててからですね5つ数えるぐらいのイメージですね。5秒ぐらい数えていただいて、それからハンダを流し込んでいただくと、ハンダが溶けていくと思います。ついたと思いますよ。これ本当はですね、やっぱり端子と配線をしっかり持っているところで、こう手を当ててですね、そこに最後ハンダをチュンチュンと刺していただく方がいいと思います。そうしないとですね、溶け込んでなくてもついているように見えちゃうので、これついてないっぽいななんで、そうすると失敗しちゃいます。どうしてもですね、僕持ってるとうまくできなくて、で持ってるとプルプルするんですよね。そうするとこれはちょっと昔の僕の経験談でしかないんですけど、プルプルプルってやってるで止まったハンダって、なんか昔ヘリやってたんですけど、200アンペアぐらい流すと溶けるイメージがあります。なんでしっかり固定していただいて、そこに落ち着いてハンダを流していただく方がいいと思いますね。車はあんまりツーリングがベストかもしれないですけど、ドリフトは溶けたりすることないんですけど、空物は結構溶けるんですよ。溶けると即墜落なんで、すごい気使ってやってます。まあこんな感じで、なるほど。これハンダで全部埋めちゃうと配線入らなくなっちゃうんで、そこまでやっていただく必要はなくて、あとはちょっとねこれを
配線アンプ止めといて挿してハンダ付けするようにしようかなと思います。なるほどね。こういう専用の台とか使ってもいいと思うんですけど、これがまた専用のクリップの配線つまむ台とかあるんですけど、それを使うとですね、また台に熱が吸われていくんですね。なんでそうするとハンダがつかないみたいなこともあるんで、こだわってるわけじゃないんですけど、金属にいっぱい触れるとハンダはつかないです。こんな感じですね。ハンダ付けする時の注意点じゃないんですけど、初心者の方でたまにヤニが入ってない本当のすごいいいハンダを使われている方がたまにいるんですけど、ヤニが入ってないハンダはこうやってつかないです。最初にフラックスを塗らないといけなくて、とても難易度が高いので、特にハンダに自信がないなっていう方はですね、この店長の今もそうだと思うんですけど、こういう普通のハンダ、ヤニ入りを使うようにしてくださいね。これだとハンダ付け講座になっちゃいますね、店長。OK、つきました。なるほど、できました。でこれちなみにですね、本当は、これですね、この黄色いの見えます？これヤニなんですね。このヤニがついてると高い熱がかかった時にやっぱりヤニが溶け出して、それがハンダ全体に熱が回って配線が溶けちゃうんですね。なんでこれは本当はアルコールだとか、あとラジコンショップでよくあるのはパークリ、パークリで洗うとピカピカに戻ります。そうするとこの見た目もですね、かなりピカピカに戻るので、そんなに自信がない方のハンダ付けでも結構綺麗についたような、こんな風に見えます。結構ハンダ付け苦手な人いっぱいいると思うんでね。いっぱいいると思いますね。あとハンダ付け苦手な方のやっぱり特徴としてはワット数が小さいじゃないですかね。これ48ワットなんですけど、これ40ワットだとちょっと厳しいなって感じで、30ワットとかだともう全然つかないです。なのでワット数は大きいやつが必要ですよね。よくホームセンターで買ってくる人見るんだけど、20ワットとか25ワットとかね、あれ見て、あれは本当に電子部品とか、そうですね。で買えるのもっとちっちゃいもんだもんね、あれ。最近ですね、そういうシリーズ私もどこで売ってるんだろうと見たんですけど、なんと100均で売ってるんですよ。100均で売ってるやつが見た目は、結構普通の形なので使えるかなと思うじゃないですか。でもそれが30ワットとかしかなくて、そうするとね全然つかないんですよね。なるほどなるほど。なので大きい容量のものを用意していただきたいなと思います。さあ今度は電源ですね。電源ですね。これはいい見本じゃないかもしれないんでね、本当にこうカッターで切ってますけど、自信がない方はやめてくださいね。電源の方をつけていきますけど、配線っていうのは配線切ったらですね、これバラバラにほどけてしまいますので、ハンダメッキっていうのを最初にやります。ここに当ててですね、表面をハンダで1周コーティングするような形ですね。なるほど。でその時の注意点、先ほどは言わなかったんですけど、ハンダゴテってずっと使ってるとこここうくすんでくるんですね、紫に。この紫にくすんでくると刺した時にヤニが一瞬で蒸発してしまうので、いつまでたっても熱が伝わらないんですね。なんでハンダをつけるためには1回必ずコテは拭いてください。コテを拭いて、ピカピカの状態に戻してからですね、乗せて5秒数えて、ハンダと配線の間にハンダゴテと配線の間にハンダを刺していきます。でハンダは、上から刺す時もありますけど、基本は下から刺して吸わせる方が間違いなくつきます。なるほど。上から刺すとですね、別に溶けてなくてもついてるように見えちゃうんで、基本は下から吸わせた方がいいです。これ初心者の方、こうやって刺す上から刺してる方がいて、そうするとですね、溶け込んでなくてもハンダがついてるように見えるんですよ。なんでこのコテと配線の間に刺して、ハンダが吸い上げられるようにするんです。この先の方とかに刺して染み込んでいくようにすれば、必ず配線にハンダが行き渡ってるので、ハンダ不良はなくなります。今パワーかける人多いからね。そうです。そうするとやっぱり取れちゃうんですよね。熱でね、取れちゃいます。まだ大人の回し方は大丈夫なんですけど、コンペ仕様の人に試乗してもらうとですね、
もうすぐ溶けたりしますね。じゃあ次付け直しですね。またハンダ溶かすんですけど、これもう一回取りたいじゃないですか、綺麗に。はい、これハンダ吸い取りで取ってもいいんですけど、ちょっとなら叩けば取れます。なるほど。でこういう端子は注意ですね。これどうしても先掴むんですけど、あんまりがっつり掴むと細くなっちゃう。細くなっちゃうもんね。はい。わあ、山さんうまいわ、やっぱりうそんなことないですよ。一番簡単なやつじゃないですか。本当はね、これ赤とか黒とかつけるんですけど、まあ今回はちょっとね。そうですね、ちょっと逆説しないように気をつけましょうか。逆説やるとね、アンプとか、まあ、下手するとバッテリーもパンクしちゃうもんね。そうですね、なんかお店の中でも煙が結構出たりするんで、びっくりしますよね。ね、もう山さんの貼り付けコーナーみたいな感じなんだね。別のコーナーになってるじゃないですか、まあでも僕より専門家の方はいると思うんで、いやいやいや、一般レベルではこんなもんだと思っといてください。よし、一応今のでハンダ付けが完了ですね。はーい。じゃあ早速車に乗っていきましょうか。そうですね。マシンはね、これ山さんの使ってる懐かしの YD2S。 これ一番最初に始めた1台なので、なんかバラバラにしてもですね、なんか部品が集まるたびにまた組み立ってしまうっていう、そんな状態なんですね。あ、もうモーターはロケットに乗せ替えてますね。今乗せ替えました。はい、はい。全然その寸法とかもやっぱり540で普通に同じものなので、そうですよね。特に困ることなく乗せなるほど替え可能です。 3M のいいやつですね。はい、3M ですね。なんか最近石油不足かこういうのもないらしいですね。在庫が減ってるって聞きましたけど。パワークリとかなんか全然ないもんね。車のオイル交換とか大丈夫ですかね、できるんですかね。まあ、今回はテストということもありますし、はい、元のレイアウトが結構適当にアンプ積んでたんで、はい、これ最近だとこの後ろにこうやって積まれる方が多いですよね。なんでそういう方はですね、今回先にハンダつけちゃいましたけども、やっぱりこの後ろに積んだところから配線の長さを数えてですね、で測ってでハンダ付けを始めてもらえると本当はいいのかなというふうに思います。配線がむちゃくちゃですね、長さが。入らない配線。入らんの？入らないっす。ちょっと太いんですかね。入った入った。最初なんできつめなんだろうね。そうですね、店長のやつも新品を使わせていただいてたんで、できついんだと思いますね。ここでも後で緩くなってくるんですよ、なんできつめの方がいいはいいですよね。結局だんだん走ってると緩んでくるんで、でそういうとこが緩んでくるともう接触不良になってね、マシンがオンになったりオフになったりするっていうのは結構あるんで。ありますあります、それが意外と気づかなくてですね、なんか調子悪いなっていうことになるんで、このぐらいきつい方が安心感はあるのかなというふうに思いました。これいいですね、センサーも2ポートですね。これ選べるみたいです。センサーつなぐ場所、今回だとこっちの横の方がいいですね。よし、はい。であとは受信機への線を刺せば、まずは一通り完了ですね。はい、よし、これでいいはずです。とりあえず薄型のリポでやってみます。今まで通り、そうしましょう。じゃあこれでどうする？もうセッティング変える？そのまま一遍いってみる？一回これでやってみましょうか。なんかパワーあんまりなさそうだけど。なさそうですね、多分ブーストも何もない状態ですね、これ。じゃあ一回やってみましょうか。走ってみましょう。よいしょ。まあ本当に吊るしの状態で今走らせてます。でパワーがだいぶね、うわパワーがない。だいぶ滑らかだねこれ。そうですね、ただモーターの感触はそんなに悪くないですよ、やっぱり。ダメだ、止まらない。ブレーキが入ってないんだ。ブレーキが入ってないこともないです。今日はね滑るって言ってた。僕は P タイルに4日か5日連続で行ったからだと思います。ブレーキとかの扱い、そういったところの細かいところが難しいですね。唐突にパワーが出たり、ちょっとスタートパワーなんか落としてもいいかもしれない。じゃあちょっとセッティング変えてみましょうか。そうですね。
これでやっぱ NA ではコーナー端まで攻めるのは難しい。まあ NA だとまあ浅角で回るしかないから、はい、この辺ももっと引っ張っていきたいんですけど、引っ張るだけの回転が出ません。NA ですもんね。まあリアル86っちゃ86なのかな。はい、いやそう思います。でもモーターは本当にいいですね。滑らか？滑らかです。パワーばっかり出て走らないという感じじゃないですね。じゃあちょっとセッティングいじりますか。セッティングいきましょうね。はい。まあセッティングの項目がいろいろあるんですけれども、まずこのセッティングカードを刺さないといけないですよね。そうですね。通常ヨコモさんのとかだとここになんかセッティング用のポートがあるんですけど、このアンプ一瞬見てもそういうのがないんで、これ最初から線が出てるからそれじゃないの？いやそうですね。これ受信機用の線が1本出てるんで、ホビーけど多分これで電源入れたら調整できるんじゃないかなというふうに思います。入りました入りました。だいぶ派手なピカピカしてますね。これ取説にもあるんです。これの説明って。はい、ここにねいろいろ全部出てます。これ山さん読めるよね。読めるっちゃ読めますけど、って感じですね。これ今ランニングモードなんで。そうですね。ちょっと一旦回していってみましょうか。これ1からモードが22まであるってことなんで、押していくと増えていきますね。22までいって元に戻る形ですね。じゃあまず1は1でいいと思う。そうですね。やっぱりリバースがないっていうのは要はない、初心者さんには難しいかなと思うんで、全身リバースウィズブレーキっていう風だもんね、これ。でこれでいきましょう。はい。バッテリータイプはリポですね。今回のバッテリーもこちらもリポなんでリポでいいかなと思います。これも 7.4V になってるんで、リポで、3番がカットオフボルテージですね。私が使うときはいつもはなしにしちゃいます。じゃあなしでいい。やっぱりどうしてもですね、予選の単走ラウンドとかを走るときにバッテリー切れになるが一番嫌なんですね。なんでどうしても私はそれが気になるんで、カットオフは結構切っちゃいます。でサクセスになったんで多分終わったんでしょうと思うんですが、終わったみたいですね。次4番オーバーヒートプロテクション。オーバーヒートプロテクションもちょっとここは申し訳ないんですが3番ぐらいで、3番初期設定ですね。ここまでいってみましょうか。4番5番は初期設定で、6番ニュートラルレンジですね。ニュートラルレンジは 6% っていうことなんで、そんなにこれ山さんの好きな数値でいいよ。とりあえず6でやっていきましょうか。これでも1まで設定できるモデルは初めて見ました。ビンビンってことだよね。1だとビンビンっていうか、もうニュートラルが検知されなくなるので、むしろニュートラルブレーキとか効かないです。なるほどなるほど。なんか3ぐらいはミニマムいるイメージがありますね。はい、7番モーターディレクションはさっき合ってたんでこのままですね。フォワードパンチは15と20まで設定できるということなんですけど、とりあえずこのままいきましょうか。イニシャルスロットルパワーはあれで 1% なんですね。PWM の振り検視は8キロになってますが、初心者さんとか東郷さんみたいに滑りやすいところは32キロでいいと思います。これでもし周波数がですね、この滑りやすい路面で周波数上げてパンチがないなという時はパンチの方を上げていった方がいいような気がします。なるほど。じゃあ11番ですね。マックスフォワードパワー。マックスフォワードパワーは100ですよね。マックスリバースパワーは50ですね。いいですね。この辺別に走りに関係ない部分なんで、ドラッグブレーキドラッグブレーキ設定できるんですね、細かく。ドラッグブレーキは0から100まで 1% 刻みでいけますということですね。とりあえず5でいいと思います。いつもそのぐらい？今私は2とか4とかですね。なるほどなるほど。ドラッグブレーキたくさん入れるとですね、グリップに回復するの早いんですけど、繰り返しとかやるとですね、一瞬止まっちゃうんですね。なるほど。なんでもう少なめにしてます。14番、ブレーキパンチ。ブレーキにパンチが選べるんですね。とりあえず最強にしときますか。15番ブレーキ PW 振り検視1キロですけど、
あんまりヨコモさんとかで1は見ませんね。とりあえずそのまんまにしていきましょうか。はい、17番ブーストタイミングですが、今これゼロだね。ゼロですね。ブースト入ってませんね。とりあえず30ぐらいいってみます。18番がターボタイミングですが、とりあえず15ぐらいいってみましょうか。15ぐらい。あとブーストのタイミング設定したいですよね。ここですね。ターボインクリースレートとターボディクリースレートがあるけど、ブーストのタイミング設定ないんですね、これ。ねえ、回転数とかはないんだね。ないみたいですね。オートスロットルみたいなイメージですかね。とりあえずじゃあ19番、ターボディレイはなし。ターボインクリースレートは 0.1 秒あたり15度。どのぐらいがいいか分かりませんね。21番、ターボディクリースレートはとりあえず15でいってみましょうか。とりあえずこの辺がなんか良さそうな数字打ってみましたという状態ですね。じゃあこれで走ってみましょう。行ってみましょう。これは結構使えるんじゃないですか。このブーストタイミングだけが気になります、ブーストのいつから有効なのかっていうのが、回転数で設定するなりなんなりしたいところですけど。はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。かなり力強くなりましたよ。なるほど。ただまだぬるいですね。 NA ではないって感じです。なるほど。じゃあもっと上げる？もっと上げた方が良さそうですね、でもかなり普通のドリシャですか。さっきよりは全然いいね。さっきはブラシモーターとかを楽しまれてる方の、そういう雰囲気があったんですけど、普通の雰囲気になってきました。こういうところも楽になりましたね、ブーストターボ入ったんで、引っ張ってこなくていい。角度がつくね、もっと。ちょっと車のセッティング出てないんで申し訳ないんですけど、こういうところもですね、さっきこの端届かせるの大変だったんですね、なんですけどブーストを入れて回転数が高まったので、割と自然にそこまでいけるようになりました。なるほど。フィーリングはどう？フィーリングはですね、悪くないですよ。もうちょいパワー上げてみる？もうちょっと上げてみましょうか。もっとがっつりいってみますか。現状でもかなり自然なフィーリングですね。なんていうんですかね、握り始めた時にいきなりパワーが出て、ゆっくり回せないみたいなアンプもなんか何社かあるような気がしますけど、ドッカン系では全然ないドッカン系の、多分これ結構ゆっくり回せるんじゃないですかね。試してないですけど。これいいですね。これです、これです。どれどれ？これです、これです。これができないアンプってあるんですよ。いきなりドカン回っちゃうやつ？もう最初からこのぐらい回るみたいな。もう最低レベルで握った時にいきなりこうやって回るやつがあって、そうするとやっぱりとてもコントロールが難しいのと、食わない路面でスピードが出ないんですね。それがこのぐらいゆっくり回せるっていうのは、かなりいいと思います。多分これ確かそんなに弱く設定してませんもんね。じゃあもっと滑らかにもなるってことだ。かもしれないですね。ただ現状やっぱりどっちかというとパンチが足りない。じゃあブーストターボ上げてみますか。ブーストターボ上げましょうか、もっと若い子の今風ブーストターボ打ちます？もうがっつりいきましょう。がっつりいきますか？がっつりいきましょう。がっつりって大丈夫かな。検証なんで。なんかがっつり入れるときはヨコモのやつとかだとですね、立ち上げを早くするんですけど、スロットルでリミット入れたりするんですけど、そういうのがないんですよね。これどっからいくつ効いてるのかが分かんないんで、確かにその数値は今ないもんね。ちょっとでも山さんこれ9999円アンプこれ初心者さん向けならかなりいいと思います。セッティングカード反応はいいね。反応いいですね。もうとりあえずもう40いっちゃいますか。いっちゃいましょう、いっちゃいましょう。40マックスですね。じゃあターボ1個ターボは60までいけたよね。ターボは60いけるみたいですけど、これわかんないですけど足して60マックスじゃないですかね。予想なんですけど、ただ60なんていうブーストではどうなんですかね。一回確認してみていいですか。なんかメーカーによってはブーストとターボって、別々の数字じゃなくてなんか合計でみたいな時があって、例えばこれブースト0なんで、
旦これで空回ししてなんか音が変わったりするか確認しましょうか。なるほど。さっきのやつが合計値なのか合計値じゃないのかなるほど。ちょっと知りたいですね。合計値じゃないんだったらターボ20とか打ってもむしろ値ちっちゃいんで全く効かないと思うんですよね。じゃあこれが今ブーストゼロ、これターボ0です。ターボゼロ。じゃあこれで回してみましょうか。でブースト40だったね。ブースト40です。なかなかいい音しますね。ガンガン効いてるね。効いてますね。ガンガン効いてるね。あとこれでじゃあターボを10入れてみて、10入れるとちょっと甲高い音になると思うんで、ブーストとターボの数字が別々に働いていれば、そうなるかどうかを確認しましょう。全然パンチ出るねこれ。いけそうですね。とりあえず10入れてみます。ここで確認したいのは、これが例えばブーストが40でターボが10効かせたいよ、横もの場合ですね、っていう時に本当に40の10という風に打つメーカーもあれば、海外のメーカーではターボを10効かせたいならここは50と打たなければいけないっていうモデルもあったので、なるほど。どっちなのかどうかを今回確認したいっていうところですね。これで10でも入れて増えるんならば、別々の数字なんでしょうということで、はい、とりあえず打ってみました。山さんめちゃ詳しいね。いやいやそんなことないです。ちょっと周りだけ回転だけチェックしましょうか。変わってるように思います？いやあんまり違いが分かんない。あんまり分かんないですね。とりあえず20ぐらい入れてみます。音が変わってるように見えなかったですね、今。全く変わってるように見えなかったんで、やっぱり合計値打たなきゃいけないんですかね。これ見るとこっちが040で060なんですね。これブーストが40、ターボ60なんで、これ合計値なのかっていう感じはしますよね。横本さんのイメージだと40の10って打つんですけど、これはもしかしたら40の50と打たないといけないんじゃないか。なるほど。今とりあえず20にしてみました。20って言ったらかなり神格をかけてるので、もしこれで本当に効いてるならすごい音がすると思うんですよね。これで一旦どういう音になるのか。はい、行ってみ。変わってます？変わってる感じしませんね。なんかあんまりよくわからんね。よくわからんですね。とりあえず回転数変わらないんで、安牌でいくなら30、40っていきますけど、もう一気にいっちゃおう。一気に50いきます？ 50いってみよう。その取説の書き方がちょっと気になるんですよね。0から40、0から60って書いてあるんで、もしかして合計とか思って。さっき40まで入れてるんで50までいってみましょうか。はい、じゃあ今度ターボ50ね。はい、ターボ50ってかなり横もさんのアンプだったらいかれた数字なんですよね。ひどい音がすると思います。本当にそうやって動いてれば。これでターボ10相当じゃないですかね。今ちょっと2段変速みたいなの来ましたね。じゃあやっぱり40まで上げたらそこからプラスって感じだね。多分そうですね。合計値でしか動いてないんじゃないかなと思います。これでいいんじゃないですかね。じゃあこれでいっぺん走ってみましょう。これでいってみましょうか。ブースト40のターボ50だね。はい。かなり力強くはなりましたよ。この辺はいろいろその個人の好みに合わせていろいろ設定ができそうだね。はい。まだいまだい。全然パワーがある。はい、そうなんですよ。さっきまでのイメージやるとオーバーランしてきちゃうね。今日は特に滑るらしいんで。これでもなかなか食い始めの路面グリップもいいですよ。掴みやすいんだ。掴みやすいですまだ軽く設定しただけでこれだけ捉えるってことは、詰めていくともっといいとこ、美味しいとこ出そうだね。出ると思いますね。もうちょいパワー欲しい？こんなもんでいい？でもこの車はこんなもんだと思いますね。なるほど。良さげだね、アンプ。いや結構いいと思いますね。はい。ほう。まだまだ打ってる数字の割には回り方がおとなしいですね。まだ感じ的にはなんかターボ20ぐらいかみたいなイメージですけど、
どうするターボマックスしてみる？マックスいってみますか。いきますか。でターボ60でブースト40でこれ合計で60しか打てないじゃないですか、まあ60度の進化ってかなりすごいですけどね、じゃあ行ってみますか。ちょっと次生き返ってみましょうか。はい。この計測がかなりいいですよ。このさっきお見せしたゆっくり回すっていう能力、ほーい。ゆっくり回せて、しかもニュートラルレンジも 1% 刻みで変えれるっていうのはかなりいいです。まあこの車ではこれで十分かなって感じしますけど、もうちょっと上げてみましょうか。行きましょうか。ブーストターボが効くモデルにしてはちょっとおとなしいですねっていう感じはありますよね、今のところ。進角がおとなしいのかな。あ、30でやっぱ30ぐらいですよね普通。なるほど。30で60も打ってる割にはおとなしいな、とりあえず60にします。60。じゃあもう完全マックスマックスだね。マックスじゃあもうマックスマックスです。マックスになっちゃいました。いきますか。なんか心なしかスタートパワーもきつくなった気がします。ああ、やっぱりパワー感はちょっと増えましたね。なるほど。ああ、やっぱりダメだ、ここはパワーがあるね。はい、パワーがあったのと今操作は本当に上手じゃなかったんですけど、今ゆっくり回りながらそのフェンスギリギリで止まったのって映りました、あれやっぱりゆっくり回せないとあんなことできないんで、ゆっくり回せるアンプっていうのはいいと思います。60ダメですね。やりすぎましたね。あ、なるほど。この今のセットのままだと、優しく握らないとケツが流れていっちゃいますね。じゃあさっきやっぱのりそうですね。さっきの50ぐらいがいい感じ50ぐらいがこの車では、これロール車なんで、そうだよね。特に踏ん張りが効かないっていうのもあって、なるほど。50ぐらいの方がいいかもしれないです。なるほど。じゃあちょっと50に下げて、そのリチウムイオンバッテリーっていうのを試してみましょう。リチウムイオンバッテリーいきますか、ちょっとどうなんだろう。モーターの熱はどうですかね。意外と熱い気がする。意外と熱い。なるほど。まあブーストターボマックスでかけてるからね。マックスですからね、でもあんまりロケット壊れたって人聞いたことなくて、いいんじゃないですかねこれ。結構丈夫いんだ。いやー、いいと思います。僕DX1 っていうのを使ってて、横物あれすごく気に入ってたんですけど、DX1 って廃盤になっちゃったんですよね、だからもうこれいいなと思ってました、ちょうど。とりあえず1850でいきましょうか。これ反応も早いっていうのがいいですね。動いてるか動いてないか分からないやつあるもんね。あ、そうですそうです。はい。じゃあまあとりあえず最適だよっていうのに戻したんで、これで、じゃあ今度バッテリーいってみますか。バッテリーいきますか。ちょっとバッテリースペーサー変えないとつかないんでちょっと待ってくださいね。まあハイテックさんのやつで3800でこれがオプションナンバーワンの4000のリチウムイオンバッテリーっていうね、ちょっと初めて見るバッテリーなんですけどね、どんな感じになるかっていうのはちょっと興味深いですよね。バッテリーはでも本当にやっぱり高いんですよ、だから本編出ようと思うと、バッテリーって1本ずつ買うわけにいかないんですね。同じ仕様のバッテリーがやっぱり4本とか欲しいんで、そうするとこれまだ結構お値打ちなんですけど、それでもやっぱり 4本も5本も買い替えるとね、ちょっと難しくて。そうだよね、最近みんなパワーかけるからな。そうなんですよね。それでもコンペに限ったことでもないかなと思っていて、やっぱ初心者さんがやる中でなんか1本目のバッテリーはすごく元気だけど、2本目はパワーがなくてとかってなってくると、やっぱりそれで覚えにくいというか、慣れにくいみたいなこともあると思うんですよね。そうするとやっぱり同時にね、変えるっていうふうに。そうですよね。同時に4本とか買おうと思った時にやっぱりこのバッテリーがもしお値打ちならばいい選択肢になるんじゃないかなと思います。これがね1本4000円ぐらいじゃなかったかな。4000円なんですね、4000円だと市場の中ではちょっとお安めなリーズナブルな感じですか。ただね、やたらと軽い。じゃあちょっと重さもいっぺん測ってみようかな。このよくあるバッテリー、これがね 150.9g で、こっちのオプションナンバーワンのやつが
163g で、重かったね。重いんですねそれ。大きい割には軽く感じたっていうところかな。はい、容量はちょっとこっちが多い感じだね。パワー感がね、どんな風なのかっていうところだけだよね。20C ってことは40アンペアまでしか出せないってことですよね、常時で。取り扱いはリチウムイオンバッテリーと同じ方法を推奨します。取り扱いは従来と一緒なんですね。そうだね。じゃあ、これ積んでみましょう。行きましょう。プラスマイナスを間違えないように。そうですね。やっぱりちょっと長いみたいですね、少し。ちょっと長い？入らん？いや、大丈夫です大丈夫です。これがですね、ハイテックさんのはもう普通に3ミリぐらい長いんですよ。なんでもう全く入らなくて、そこを緩めりゃガチャッ。やっぱりちょっと入らないっぽいな。ちょっと大きいみたいですね。じゃああれですね、ハイテックと一緒ですね、これ。入ったね、とりあえず。僕のやつもこれハイテックを通すためにこれ削ってあるんですよ。なるほどなるほど。これ先が薄くしてあるんですよ。そうじゃないと入らなくて。一緒ですね、これ。さっき長さは短いかと思いました。よし、じゃあいざ行ってみましょうか。充電もこれリチウムイオンでやらなあかんってやつだね。これでも充電してないんですよね、まだ。してない。一旦このままやってみましょうか。多分 50% ぐらいは入ってると思うから、一旦やってみましょうか。はい、リチウムイオン。さあ行きましょう。やっぱりこう圧倒的に端まで届かない。これでも初心者さんに大事なのは、やっぱりその最初から最後まで結構同じパワーが出ることじゃないかなと思います。でこのバッテリー自体はやっぱり数字を見る限りはコンペ向きではないのかなっていう感じはしますけど、でもこうやってやってみるとそんなに違和感ないかもっていう感じはしてきました。なんか普通に走ってるね。ただやっぱり10万回転とか12万回転とか回してなってくると、ちょっと厳しいんじゃないかな。なるほど。初心者さんが使う分にはいいんじゃないですか。ちょっとね、ワンパック満充電して走ってみないと分かりませんけど、パワーの出方もおとなしいんで、なんかこう角が取れた感じ。あとはどのぐらい長く使えるかですよね。巻いちゃう。でも函館 50% ぐらいは入ってるはずだよね。入ってると思います。滑らかで、初心者さんにはいいんじゃないかっていう感じだね。そうですね。ちょっとこれでコンペを戦うとなるときついと思います。それかこれをあえて使うんなら、その乾燥審査とかの時に満充電だとパワーが出すぎて、なんかちょっと不安だみたいなことを言われる方もいるんですけど、もしこれが満充電でそのところパワーの出方が安定してるんだったら、そういう時だけこれにしてみようかなっていうのもいいかもしれないですね。なるほどね。この前行われたマスターズの審査みたいなラインの上だけ通すようなことであれば、もしかしたらメリットになるかもしれない。 TPO で合わせてっていうのはね。そうですね。やっぱりそうですね、パワーの出方が穏やかなので、ラインが1個小さくなりますね。丁寧に走る癖をつけたい人とかね、はありだね、これ。悪くはないです。なるほど。コンペにはちょっと厳しい、それだけですね。なるほど、わかりました。いや、結構本当に店長にも乗り比べていただければと思うんですけど、かなりまろやかになります。なるほどなるほど。わかりました。じゃあちょっとあとはこのバッテリーはOK として、10点普通のバッテリーは10点後いきますか。10点後なんか使ったことないですよ最近。じゃあこのバッテリーはとりあえず OK で。そうですね。どう？いや全然
あ、全然熱くないね。熱いとかもないですし、KV 値とかちょっと分かんないな。わかんないですね。ちょっとじゃあ音を聞いて判断しましょうか。まあ今ね 10.5 を使うっていう人は結構少ないんだけどね。でも P タイル路面では結構まあいるはいますよ。13.5 だとどうしても無理して回すんで、モーターが壊れちゃうんですね。まあ確かにそれはあるね。それが 10.5 にするだけでかなり負荷は減るんで、10.5 の方もいます。その壊れる壊れないっていうのはやっぱり12万回転ぐらい回した時なんで、もう極論あんまり回さないならそれこそなんか10万ぐらいで済むんだったら 13.5 使っといた方がいいかなって感じです。一番これがやってみたいですけどね、実は。ああ、なるほど。10.5。はい、はい、もう一回ちょっと改めてコロコロチェックからいきましょうか。これやっぱりいいと思いますよ。これがいいと思いますね。この回り具合なるほど。タラタラすぎない。で 10.5 がこっちの方が柔らかいですね。こっちの方が柔らかい。こっちの方が柔らかい。なのでこっちの方が滑らかに回転が伸びるかもしれませんね。なるほど。乗せ替えていきましょう。滑らかな方はグリップがいいかもしれないですね。特にやっぱ食わない路面での加速グリップは絶対にゴキゴキよりもなるほど。滑らかな方が、まあ、食う路面でもゴキゴキはないですね。選択肢でよし。10.5 ついにね乗せ替えましたね。ブースト40のターボ50の状態ですね。ですね。はい。なので、まあ、横もさんとかのアンプでいうブーストターボ10の状態と一緒じゃないかなと思います。じゃあ行きましょう。かなり荒々しくなるんじゃないでしょうか。なるほど。まあどんだけ暴れん坊なのかが。だけど加速とかはいいですね。コロコロなんで、食わせにくいみたいなことはないですね。まあ確かに手で回してる時も結構ぐるぐるだったもんね。はい。あれがゴキゴキだとやっぱり食わせるのにコツがいって、ちょっと使いにくいんですよね。このアンプだと 10.5 もありかも。いい感じ？回転数云々よりもスムーズになるんですね。ゴキゴキがいるんで漕ぎ具が良くて、はい。なのでこれでありかもしれないです。回転数でのチョイスじゃないですね。なるほど。もちろん回転数もっとアンプに詰めていけば両方いいところあると思うんですけど、でも悪くなさそうだね。これはいいですよ。まあ正直、まあ、よく P タイルとかでも全然いいのかもしれないね。東郷の場合は結構よく今日は滑ってると思うんで、まあ、滑ってる状態でも、まあ、ぼちぼちいい感じってことは、まあ、かなり滑らかなモーターではあるってことだよね。モーター自体は本当に滑らかで、13.5 も滑らかなんですけど、それよりも 10.5 の方がさらに滑らかですね。なるほどなるほど。これはありかもしれないです。結構食わせやすい。アンプとの相性はあるんで、このアンプ多分130アンペアなんで少し優しいと思うんですよね、スペック的には。なるほど。なんでもっと強力なアンプを組み合わせるともしかしたら凶暴かもしれないですけど、現状この組み合わせでいけばなんか 13.5 と 10.5 とそんなに変わらないですよ。なるほど。こっちの方が端まで来るのが楽。まあパワーが出てるってやっぱことだね。パワーが出てるんですね。なるほどなるほど。こんな感じかな。こんな感じですね。なるほどなるほど。これはいいですね。実は 10.5 ちょっと初心者の頃にやって全然できなかったので、まあ、食わず嫌いみたいなところがあったんですけど、これは印象変わりますね。おお、なるほど。良さげだね。これは初心者でもいける 10.5 ですね。これが1万3000か4000ぐらいだったかな、はい、モーターが。いいですよね、ちょっとお安くて。あと滑らかってとこがいいね。
はい、そうです、これすごい滑らかですよ。なるほど。はい、どうもありがとうございました。山さんお疲れ様でした。はい、ロケットのねモーターとロケットのアンプ 130A っていうものですね。とあとこのバッテリーの方をテストしてみました。じゃあ山さんのね、正直な感想の方お願いします。なんかこのアンプ意外とセッティングとかしやすいなっていう感じで、僕はもう初心者さんにはいいかなと思いました。で中級者さんレベルでも結構いける。なるほど。いいもんだと思いました。はい、はい、でモーターはあと 13.5 は普通に使いやすくて、ちょっとだけゴキゴキする感じ。なるほど。空路面でやっぱりトラクションが出るんじゃないかな、少しサラサラなこう滑らかに回したい時は 10.5 みたいな感じで使えました。すごい本当に僕 10.5 はすごい回るばっかりで全然走らないというイメージあったんですけど、もうそんなこともなくてイメージが変わった。イメージ変わりました。いいものだと思います。で最後にバッテリーなんですけど、これちょっとまだ使い込んでないのでわからないんですけど、ちょっとそうですねコンペとかで優勝とかを狙おうと思うともしかしたら難しいかもしれないんですけど、容量が少しパワーの容量が小さいということで落ち着いた走りを練習するには最適な選択かなというふうには思いました。丁寧な走りをするっていうのはね、結構ですね、最初にそういうのを身につけるっていうのは結構重要ではあると思うんで、そういうのには適している。そうですね。そんな感じですね。はい、以上ですね。ありがとうございます。いえ、もうちょっと本当に突き詰めて、もうちょっとやるといいとこが出るのかなと思います。ちょっとね、しばらくこの辺のメカ類はね、山本さんの方に使ってもらって、またそのうちレビューもしたいなというふうに思いますんで、今日はねこんな感じになりますんで、ありがとうございました。どうもありがとうございました。